フヨドル・ドストエフスキーの文学聖画における頂点であり、最後の傑数であるカラマゾフの兄弟ノロは、19世紀ロシアの起動の時代、スコト・プリゴニエフスクと架空のイニカプ・アチュを舞台にしています。この小説は、ある家族の崩壊と父親殺しの裁判を描くだけでなく、これらの出来事を通して神の存在、道徳の根源、自由意志、苦悩、そして救急といった2度も根源的な哲学的・近視学的問題を探求しています。物言いの中心にいるのは不動的で同化者のようであり、強欲で無責任な父フヨドル・パーブロビッチ・サンマ・カラマゾフと、彼とは全く異なる性格を持つ3人の父子、そして1人の数字です。この死人の若者はカラマゾフ家の血の井戸なる側面とロシア精神の多様な様相を象徴しています。カジョ・フヨドル・パーブロブイチは放蕩と金銭語に満ちた人生を送り、子供たちが生まれるとすぐに劇事を放棄し、父親としての責任を一切感じてこなかった人物です。彼のこの道徳的対比が小説全体で起こる筆曲の土台を築いています。湘南のドミトリー・ミチャーは父親同様、情熱的で官能的、そして衝動的な性格の持ち族です。しかし父親とは異なり、彼の中には名誉と良心の葛藤も存在します。彼はカラマゾフ家への肉体的、感覚的な側面を象徴しています。次男のイワンはヨーロッパで教育を受けた優れた知識人であり、合理主義者、そしてルシン論者です。彼は家族の姿勢的、懐疑的な側面を象徴しています。神が創造した世界における、特に罪のない子供たちが苦しむことを受け入れられず、信仰を拒絶します。マガツコのアレクセイ・アリョシャはこの小説の主人公であり、道徳的な中心人物です。修道院のママヤイであるアリョシャは、純粋で愛情深く、謙虚で深い信仰心を持っています。彼はカラマゾフ朝の霊的・精神的な可能性を象徴しています。この3兄弟の井田には、フヨードル・パーブロブイチの数字とされ、家で使用人として語ったパーブエル・スメルジャコーフがいます。スメルジャコーフは皮肉物で劣等感に満ち、高価でイワンの哲学に深く影響された人物です。モノボリは家族が一産と金銭をめぐる対立を解決するため、地位の尊敬される聖地者であるゾシマ長老のもと、修道院に集まるところから始まります。この絵画は登場人物たちとその間の対立を突き釣りにします。特にドミトリーと父親フヨドル・パーブロブイチとの間の緊張は頂点に達します。この緊張には2つの主な理由があります。一つはドミトリーが母親から受け継ぐはずの遺産を父親から受け取れないこと。もう一つは2人ともがイノナチの魅力的で繁栄めいた女性、アグラフェナ・アレクサンドロブナ総称グルシェンカに至極な愛を託いていることです。フヨードル・パーブロブイチはグルシェンカを手に入れるため、ドミトリが婚約者カテリナ・イワノブナから預かった3,000ルブルを担保にし、その今でグルシェンカーに求婚しようと計画しています。一方、ドミトリは名号を回復し、グルシェンカーと駆け落ちするためにその今を何としても必要としています。この今と愛の三角関係が福祉の悲しみをさなよへと発展させるのです。小説の哲学的な眼神はイワンからマーゾフの精神の中にあります。イワンはアリオシャとの対話の中で、神の存在そのものではなく、神が創造した世界、特に罪のない子供が苦しむことを許す地域を受け入れることができないと語ります。
彼はこの反逆の思想を自作の仕切り三文大新聞館で表現します。この物合いの中でイエスが一段新聞の時代にスペインに再臨し、民衆に認識される場面が描かれます。しかし教会の場である古事文館はイエスを牢獄に入れ、人類に耐えられない自由という修何をもたらしたと非難します。大義文館によれば、人類が求めるのは自由ではなくパンとセンウィと奇跡です。教会はイエスのこの価値を正し、人類の幸福のために彼らの自由を奪ったのだと。この物語はイワンの不信仰の根拠をなすものです。非が存在しないなら全てが許される。この危険な哲学は彼の話を聞き、彼に歓談するスメルジャコーフの心に深く包み込まれます。これら全ての緊張と哲学的議論の最中、ある夜、フヨドル・パブロビッチ・カラマゾフが自宅で惨殺されます。全ての証拠はその夜、父親に今を無心するために家に忍び込もうとし、イジュまみれのそれで募集され、代品を使っていたドミトリに不利なものでした。ドミトリは父親は殺しておらず、死んでアシナンの一人を浮上させただけだと主張しますが、誰も信じません。彼は逮捕され、ロシアの司法制度の中心で大規模な裁判が始まります。小説の後半はドミトリーの裁判を中心に展開します。この裁判は単なる殺人容疑者の裁判ではなく、異なる世界観、心理学理論、そしてロシアの他者が裁かれる舞台となります。検事は当時の新しい心理学理論を駆使し、ドミトリのカラマゾフ的な官能的で一致の利かない性質が父親殺しにつながったと論争しようとします。一方、弁護士は証拠の不足分差と人物の性格だけで有罪を証明することはできないと反論します。その間、審判人がスメールジャコーフであることが徐々に明らかになります。良心の難策に苦しむイワンはスメールジャコーフと数回面会します。その中でスメールジャコーフは自分が査殺人を返したことを霊者に告白します。しかし殺人の最大の動機はイワンの全てが許されるという哲学にあったと言わが立ちます。スメールジャコーフによれば、真の査殺人者はその都哲学を生み出したイワンであり、自分はその意識を実行した道具に過ぎないと。この交番関係の認識はイワンの合理的な精神を完全に崩壊させます。彼は罪悪感から能面を軽い悪魔と対話する見学を見るようになります。悪魔はイワン自身の心の中にある全ての呆劣で懐疑的な思想の哀れです。イワンは法廷で真理を語ろうとしますが、その錯乱した様子から誰も彼を信じません。スメールジャコーフはコカ派のチュアと帯をつぶって自殺し、ドミトリの無視を証明する具体的な証拠を何も残しませんでした。裁判の待つ全ての威迫と弁護士の奮闘にもかかわらず、陪審員はドミトリからマゾフを父親殺しの罪で有罪と判断します。彼はシベリアでの20年の土星を宣告されます。しかしドストエフスキーはこの小説をいすく霊曲的な結末で一目くくりません。小説の終わりと希望はアリオシャからマゾフという人物の中に勢づくられます。アリオシャは修道院の時であるゾシマ長老の死後、その教えを訴述で自見し始めます。小説を通してアリオシャと地位の少年たちとの関係が本筋と並行して描かれます。少年の一人、イリューシャの病気と私はアリオシャが愛と慈悲の哲学を行動に移す機会となります。小説の最後の場面、イリューシャの葬儀の後、アリオシャは
他の少年たちを周りに集め、忘れがたいスピーチをします。彼は少年たちに互いに愛し合うこと、人生がいかに良いか、そして特に子供時代の残量で美しい記憶こそが将来彼らを悪から守る最大の力になると語ります。このスピーチはイワンの主義的な反逆に、そしてカラマゾフ系の悲劇に対するドストエフスキの最終的な答えです。究極とは抽象的な哲学や理性の中にあるのではなく、素朴で行動に移される愛、慈悲、そして人々の差の中にこそあるのだと。アリョシャと壁を睨む新時代は、ロシアと人類の未来への希望の中かとして小説の最後に現れ、カラマゾフの兄弟は必究的な物語から復活と希望の宣言へと升華するのです。